はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、僕がアンバサダーを務めるスペーサーモビリティのトースペーサーについて、結構ね、コメント欄でもね、いろんな質問をいただいてたので、一般的なね、皆さんが買う前に抱く疑問とか、そういうものについて今日は回答していきたいかなというふうに思います。おかげさまでね、僕が想定していた以上の数の方々がトースペーサー購入早速していただいて、本当にありがとうございます。で、今、僕の方のね、インスタと YouTube の概要欄に公式リンクあるので、そちらから購入できますので、ぜひチェックしてみてください。またね、僕のクーポンコード入れていただくと 10% オフで購入できますので、よろしくお願いします。あとですね、今、スペーサーモビリティの他の商品ですね、いろいろ問い合わせあったロックマット、石がついてる、突起がついてる足踏みマットですね、それとか、ホームローラーのボールですね、他の商品を見てみたいっていう声があったんで、今後ね、どんどんそういう商品、レビューして皆さんにお届けできたらなというふうに思ってます。なので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方いただければと思います。はい。じゃあ、それではどんどん実際にあったね、質問について回答していきたいなというふうに思います。まずね、一番最初に多かったのが、4ループと5ループ、どちらの方がいいんですかっていうのがあったんですけど、どちらの方がいいってことはないです。もうこれ完全に使う人の好みと、あと目的によって変わってきます。これ僕普段使ってるのはこの5ループなんですね。で、5ループが一般的です。スペーサーモビリティだと4ループもあります。で、5ループ5つの箇所でしっかりとホールドしてくれるんで、ずれたり、外れちゃったりってする頻度が少ないです。やっぱり安定してます。4ループの方は自由度が高いんで、その分足に対する過剰なストレスが少ないかなというふうに思います。で、一番大きな違いとしては、ベアフットシューズの中で、このトースペースを履きたいよっていう人もいるんですよね。その人にとっては、もう4ループ一択です。5ループだと、この小指の部分のループがプラスになってるので、中で小指が当たってきたりしちゃうんですね。なので、エアフットシューズの中で履くっていう方がいれば、4ループをお勧めします。僕の場合は、基本的にトレーニング中は、僕5本指のソックス履いてるんですよね。5本指のソックス履いて、ビブラム、5本指、もう分かれてるビブラム履いてトレーニングするか、5本指のソックス履いて、ベアフットシューズ、トーボックスが広いトレーニングシューズでトレーニングするかなんで、僕はトレーニング中にはあんまり履かないです。ただ、例えば家でやるモビリティトレーニング、自重のモビリティトレーニングとかストレッチをするときなんかはよくこれはつけたままやってるので、5ループ、4ループ、どちらかいいか迷ってる方は、ベアフットシューズの中で履きたいのか、それともそうじゃないのかで選んでいただければなというふうに思います。どちらがいいとかっていうことはないです。完全に好みです。次の質問は、他社さんとの違いを教えてほしいっていうことでしたね。それも多かったですね。僕ね、このトースペーサーはもう、どれぐらいだろうな。3年以上はもう履いてるかな。これ Amazon で売ってる安いシリコンタイプのやつなんですけど、まず最初にもう見ていただいてわかるのが、もう直径が1.25倍ぐらい大きいです。スペーサーモビリティの方が。なので、足の指を広げる作用っていうのは、高いです。反面、刺激が強いかなっていうところもあります。なので、そもそもどういうものか試してみたい、購入してみたいけど、迷ってるって方は別に最初からね、僕の使ってるこのスペーサーモビリティから始めなくても、Amazon で売ってるこういう安いもので始めてみて、どういうものかっていうのを見ていただいてから気に入って、もうちょっとしっかりとしたのが欲しいなってなったら、こちらを買っていただくでもいいかなっていうふうに思います。僕ね、正直ね、日本のウェブサイトを見たときに、日本価格がちょっと割高だなって思ったんですよ。うん。これ単純にエンドルの換算の影響だけじゃなくて、そもそも商品の価格設定が日本のウェブサイトだと高めだったんです。なので僕ちょっとびっくりしちゃったんですよね。あ、こんなにするんだと思って、4300円ぐらいしますよね。で、ちょっとびっくりしちゃったんで、まだね、ちょっと悩んでる人は別に Amazon の方で始めてみて、で、その感覚が気に入って、あ、今後、もうちょっとしっかりしたの欲しいなってなったら、僕のこのスペーサーモビリティの方を使っていただければいいかなというふうに思います。サイズのことを今話したんですけど、このシリコンの質というか耐久度も全然違いますね。もうこっちだとビヨーンってこう簡単に伸びるんですよ。なので履いてても全然、なんていうかな、ストレスが少ないというか、逆に言うと足の指を広げる作用が少ないわけですよね。こっちはやっぱりしっかりしてるんですよ、もう作りが。もうシリコン自体が
しっかりしたシリコンを使ってるんで、伸びは伸びるんですけど、こっちに比べると、全然伸び感が違ってきます。全然違いますね。こっちの方がやっぱりずしっとしてるし、もう手に取った時に、しっかりしてるなっていうのがわかると思います。なので、そのシリコンのクオリティ、質がやっぱりこちらの方が高いですね。次に、どれぐらい履けばいいですか ?1 日でね。どれぐらい履けばいいですかって質問あったんですけど、一応推奨は、10分っていう風になってます。で、僕、これ履いてた時なんかもうずーっと一日中履いてて、それでも全然もう苦にならないぐらいの足の指がこう広がっていたわけですよね。で、それで、このスペースアモビリティのこちら、試したら、初日ね、10分でやっぱりね、足痛くなりましたね。こっちでね、普段からこう足を広げる練習をしてても、やっぱりこのスペースアモビリティの方はやっぱり大きいし、広げる作用が強いんで、初日はね、10分で僕もね、ちょっと痛くなりそうだなと思って外しました。なので、最初からね、痛くなるまで絶対履かないでください。ちょっと違和感感じてきたらもう外しちゃって大丈夫です。無理してつけると痛くなっちゃうとね、使いたくなくなっちゃうんで、少しずつ慣らしていくことが大事です。で、これね、トレーニングやってる方だったら、容易に僕がね、この説明しなくても理解自然とできるというか、もう分かってることだと思うんですけど、これをね、1日ね、例えば10分履いたところで、そんなすぐに効果出ないんですよ。そんなにすぐ足がバッて開いて、本来の足の指の機能って戻ってくるかってそうじゃないんですよ。筋トレやってる人は、もう長年やってる人はわかると思うんですよ。筋トレ、例えば1週間、2週間やったところで、結果なんてすぐ出ないんですよ。何ヶ月、何年ってこう続けていって、初めてその体が大きくなっていったりするんですよね。ダイエットもその1日2日で結果なんて出ないんですよ。やっぱりずっと継続して使っていくことで、やっと結果が出るんですよね。これを長時間履くと足の指が広がりすぎちゃって逆に体に悪い言ってる人もいるんですけど、僕アメリカでそういう人見たことないです。僕のお客さんでもそうだし、周りでトースペーサー使ってる人もそういう人は見たことないです。逆に9割の方がこの僕らの現在の靴が細いがためにハイヒールとか革靴とかナイキとかみんな細いんですよね。コンバースとか。なので、もうすごい足がこう、窮屈な状態になってるんですよ。僕はこっちの方がもっと心配するべきだなっていうふうに思うんですよ。ちょっと考えてほしいのが、例えば、簡単な例で言うと、20歳でね、仮に20歳で、社会に出ました。で、オフィスワークです。今30です。ってなると、10年間オフィスで働かれてるわけですよね。で、この人、毎朝、革靴を履いたり、ハイヒールを履いてオフィスに行くわけですよ。で、8時間労働であれば、例えばね、通勤の時間、帰宅の時間を入れると、1日だいたい10時間ぐらい、この窮屈な靴に足を入れて、本当にこういう足が窮屈な状態で10年間生活してるんですよ。で、革靴の場合はこの10年間ですけど、子供の時からナイキとかアディダスとかコンバースとか細いスニーカー履いてたら、もうそれ以上の期間、足をぎゅうぎゅうに締め付けてるんですよね。じゃあ、これを10分とか15分1日履いたところで、そんな開かないんですよ。同じだけの時間ってやっぱりかかってくるんですよ。長い時間かけないと足の指って戻っていかないんですよ。どう考えたって20年、30年窮屈に足をね、締め付けてたものをね、これをね、10分、15分履いただけでね、足が逆に広がりすぎてしまって戻らない。で、アーチの機能が使えなくなってしまう。これは僕は心配しすぎかなっていうふうに思います。少なくとも僕のお客さんだったり、僕の周りでトースペーサーを使ってる人で、足の指が広がりすぎちゃって問題が起きてる人はいないです。なので、これよくあるパターンなんですよ。これに限らず、女性とかでね、ジムに行き始めて、パーソナル始めました。で、1日2日でね、私筋肉つきやすいんです。だから、筋トレしたくないんです。重いものとかあんまり持ったりして、筋肉がつきすぎちゃうのがすごく心配なんですって言ってる人いるんですけど、もうみんな、これ、トレーニングやってる人はわかるんですけど、そんな簡単に筋肉ついたら、誰も困ってないんですよ。そんな簡単に体って変わらないんですよ。これね、15分履いてバッて足が開いて、で、それ以上履き続けたら、広がりすぎちゃって、逆に足の機能が使えなくなるぐらい、そんな簡単に治るんだったら、誰も苦労はしてないです。これね、足がね、こうギュッと縮こまって、外反母趾とか出てきて、これ皆さんね、骨削ったり、手術しなくちゃいけなくて悩んでる人たくさんいるんですよ。それに対して、なんかその不安を煽るようなことを言う方ってやっぱりいたり、それをやる前から心配される方っているんですけど、そんな
簡単に足が開いてね、使えるようになったら、僕の仕事もトレーナーとしてる存在意義も正直ないですし、そんなね、簡単にこれ履いてね、治るんだったら、そんな簡単な話じゃないんですよ。ちょっと話脱線しちゃったんですけど、ちょっと考えればわかることなんですよ。で、自分でトレーニングを一生懸命やってる方はわかることなんですよ。なので、例えばね、1日5分でこれだけやれば体が変わります的な動画ってやっぱりすごい再生数伸びてるし、皆さんも見てる方っていると思うんですよ。でもそれってがっつりトレーニングやられてる方はもう鼻で笑うじゃないですか。そんなんでトレーニングでね、そんな5分とか10分のトレーニングで体が変わるんだったら、俺ら2時間3時間ジムでね、必死になってね、吐くまでトレーニングやってる、これって何なのか説明してみろよと思うんですよ。やっぱりね、自分自身しっかりトレーニングをやって、トレーニングってやっぱ時間がかかるものだし、継続していかなければしっかり結果が出ないっていうのと一緒なんですよ。体を柔らかくするストレッチも継続していかなければ、その1日でね、開脚が180度できるようになるかってならないんですよ。やっぱり年月かかっていくんですよ。やっぱりそこをちゃんと理解してほしい。そうすると変な情報に騙されなくなってくるので、たった5分とか、たった10分とか、そういう情報弱者を狙ったそのコンテンツに関しては、やっぱりしっかりと自分の目で学べるものを学べばいいし、でもそれを鵜呑みにしてそれだけでいいとか、やりすぎる心配をしたりっていうのは、しないでほしいなっていうふうに思います。あと皆さんに謝罪しておきたいことが1点あって、最初ですね、リンクの方からトースペーサー、クーポンコードで買えますっていうふうにアナウンスしたんですけど、使えなかったお客さん、大変失礼いたしました。本当に申し訳なかったです。現在は買えるようになってます。で、何が問題だったかっていうと、僕、アメリカの所属なんですよ。アンバサダーでも。アメリカの所属で、日本のその支社って、別会社なんですね。なので、アメリカの方のサイトでクーポンコードを入れると 10% 割引がすぐ使えたんですけど、日本のウェブサイトに提供してなくて、で、それを報告して、アメリカのチームの方から日本支社の方に連絡取ってもらって、僕のクーポンコード有効にしてもらったっていうところがあって、本当にね、アナウンスをする前に僕の方でしっかりと確認するべきだったんですが、不届きがあって本当に申し訳なかったっていうことと、今後はね、こういうことがないように、しっかりとチームとも確認して、今後はやっていきたいなというふうに思うので、引き続きチャンネル登録と高評価の方いただければなというふうに思います。またね、質問等があれば、コメントいただければ、個別で回答したり、また動画撮ったりしていきますので、健康で強い体は、足元から作るということで、しっかりね、足の機能を取り戻して、普段の生活やトレーニング、年齢が上がってきた時にも、しっかりとね、足腰を作っていけるように、皆さんで足の健康のことについてもうちょっと考えていけるようにしましょう。今日の動画は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。